ここは日本埼玉県のあるところ、竹林の奥に鎮座する賽の根道場では、今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています。帯渚上永大輔登山流尺八師範への道。皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの帯渚です。マスター鷹山です。はい、今回は千鳥の曲解説2回目ということで、前回はちょっと歴史的な背景とか曲についての説明をしたんですけれど、今回は技法の部分でこれまでの曲には出てこなかった部分を解説しようかなと思います。ということで今日の心得はこれでいきたいと思います。はい、当たりを使いこなすべし。はい、当たり。はい、当たりという尺八の技法があります。音を吹き始める頭にアクセントをつけるというか、インパクトを作るというか、例えば分かりやすいのだとザ尺八って感じしますね。ザ尺八っていう感じの装飾技法、これは今までは音と音の間をつなぐ装飾をやってきましたけど、頭にも装飾を入れられて、これを入れるとだいぶ尺八っぽくなるよっていうことで、この千鳥の曲でもいくつか取り入れていきたいなと思います。当たりは流派によって入れ方とか入れる入れないとか感覚が違うんですね。全部の音にって入れてるとちょっとうるさい。なので要所要所で使っていくのがいいんですけど、どこで使ってくださいっていうのは楽譜には書いてないので、ここは入れどころかなっていうところでたまに入れていくといいっていうのは。じゃあ同じ楽譜でも吹く人によって装飾が違う。毎回同じ風にはならないかもしれないですね。感覚的に間合いでちょっと間が空いた時に、ちょっと間が空いたからじゃあって入れようかなとか、さっきはここで入れたから次ここも入れたらうるさいよなとか、常にちょっとそんなことを考えながら演奏したりしているんですけれども、簡単な当たりとしては、半音から始まる時、歯の半音とかつの半音から始まる時はちょっと最初に指揺りで1回揺らして、そうすると半音って大きな音出せないし、音程も安定しないじゃないですか。そうすると分かりにくくなってしまうんで、頭に当たりをつけると分かりやすくはっきりするっていうのがあります。ちょっと「つ」の半音で1回やってみましょうか。そうですね、頭で1回ちょっと、はい、そうですね。これも手に力が入ってると他の指が動かないので力入ってました。そうですね、他の指がいつでも自由に動けるように力を抜いていけるといいですね。ちょっと歯でもやってみましょう。歯の半音、あれ、そうですね、力が入っちゃって後ろの親指がなかなか動かないですね。動きません。同じ音が連続するときはここを動かしてたじゃないですか。そうですね、それを頭に1回だけ、そうですね、吹き始めに入れられると当たりになります。でもっと分かりやすい、そのさっきやった尺八らしい装飾も千鳥の曲の最初と最後だけちょっと2箇所入れてもらおうかなと思いまして、一番最初の音が「は」から始まるんですね。はーはれちはひはろー、今「はひゃひはろー」は「は」と「ひ」の間に装飾を入れましたけれど、それ以外は装飾を入れずにやりました。これを頭だけ装飾を入れるとやっぱり頭にインパクトがあるとかなり尺八っぽくなるんじゃないかなと思います。この「は」で始まる時に入れる装飾、「ちは」って言ったり「うは」って言ったりするんですけど、指も2バージョンあります。一つは歯の指のまま4を塞ぐ、そうすると「う」っていうこれ指になるんですけれど、「う」から始めて「
うはーっていくんですけど、うって初登場じゃないですか。そう初登場です。うっていうのがあるんですか。何気に初登場なんですがあんまりちょっと細かい説明は今省きます。3の穴だけ開いてる状態、これがうです。うからはに行く。はい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 、そうですね。もう一個動作が入ると尺八っぽくなるんですよ。カメラから見てると分かりにくいと思うんですけれど、うはに行った瞬間に後ろの親指を動かして穴をうはひはみたいなことですけど、こういう動きになります。そうですね。そうですね。すぐ歯に戻りましょう。はい。今だとうはひはって聞こえちゃってるんですよ。もともとはから始まるだけなので、ただうわーうわーってその曖昧な音を出したいので、全部曖昧な動きにしたいんです。はいはいはい。難しい。でこれは段階をたくさん踏んでる当たりなんですね、はい、もっとシンプルだと「は」で始まる時後ろの穴を1回揺らすだけ、はい、そうですね。まだ結構指の方に意識がいっちゃってて硬いですけれど、はい、息に意識を置いて指が自然に動かせると当たりっぽくなるかなと思います、はい、後ろが動かせるようになったらその前に「う」をつける、でもこれできるようになったらかっこいいですね。そうですね。この1音だけでやっぱり尺八っぽさがはいまあちょっと練習してみましょう、はい、で「う」じゃなくて「ち」始まりでも大丈夫です。やることは一緒です。ちはーって後ろの穴を動かすあれいいですね。はい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 。あんまり意識してここはうはーで吹こうとかちはーで吹こうとか考えないです。いやいや考えないとできないです。ちはーでもいいしうはーでもあんまり違わないので、まあどちらでも大丈夫って感じです。そしてもう一つ、曲の最後「つれー」で終わります。この「つれー」もただ「つれー」で吹くとなんですけど、ここから何段階か当たりをつけていきます。一つ目つれに行くときにレの3の穴をゆる。ちょっとやってみましょうか、そうですね。今結構やっぱり指に力が入って大きくこう上に上がっちゃってるので、いいですね。いい感じです、いい感じです。これだけでも結構尺八っぽくなるんですけど、もう一つ別のバリエーションがあります。さらにもう一個音がくっついてる状態ですね、これは音に記号がありません。穴としては2と3と5を塞ぎます。つを塞いだ状態から4を開けた状態、はい、ここから始まりです。でこの4をポコンって叩くことでつに勢いをつけるんですね。つれーつれーみたいな感じで、最初の音はハに近いドレミのドに近い音が出るんですけれど、その音を出したいわけじゃなくて、あくまで次の音に対して勢いをつけたいだけなんですね。ではっきり音として吹く必要はないんですけど、しっかりレに向かってはいはいはい、そうです。はい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 。今やった2つの当たり方、これらを組み合わすことも可能です。どっちかにしましょう。いやいやいや、ここまでやりましょう。はい、ここまでやるとかなり尺八らしいです。でこれは今おつで全部やってますけど、カンのレに行く時も同じ高さの音から始まります。最初の音は一緒なんですけど、次のつからカンに行ってでレに行った時に指をゆる。できそうにないです。頑張って練習しましょう。いろいろやっても大変なので、今日はこの3つに絞りたいと思います。半音から始まる時は一回こう指入りを入れてもらえるとアクセントになるかなと思います。あと頭の「は」を吹く時に
チハーなのかウハーなのか装飾を入れるってことと、曲の最後のツレに当たりをつける。この当たりを極めてくると尺八っぽくない曲を吹く時にも頭にこの当たりを入れるだけで尺八っぽく、おお、ぜひちょっとね習得したいですけど、難しそう。頑張りましょう。今日はですね、まだ千鳥の曲の後半お見本をお聞かせしていなかったので、前回とちょっと今度は人が変わりまして、神谷舞先生におことと歌やってもらおうと思うんですけど、実は宮川さんが前回弾いていた千鳥の曲と今回神谷さんが弾く千鳥の曲はちょっとことの流派が違います。流派というか派なんですけれども、2人とも生田流という流派なんですが、前回宮川さんが弾いたのは正派ということの中のグループの弾き方。で今回神谷さんは宮城会ということのグループの弾き方を歌い方をします。同じ曲でも前回説明したように目の見えない人が楽譜を見ずに作曲して伝えてきた曲なんで、全部耳の記憶で覚えてるんですね。そうするとちょっとずつ記憶違いが生まれていって同じ曲なのにちょっとこう間合いが違ったり、それぞれの先生なりにこうアレンジをして弾いていたりもするので、尺八でも金庫流と登山流では全然アレンジが違ったりするんですけれど、おことでも違いがあるので、前回の宮川さんの演奏と今日はまたちょっと違う雰囲気を楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ちょっとそんなところにも着目していただきながら、千鳥の曲後半手ごとの千鳥の部から後歌まで聴いていただこうと思います。どうぞ。尺八。
尺はい、お琴の世界にもいろいろあるんですね。そうですね、違いがちょっと感じてもらえたかなと思います。これを帯さんにやってもらおうと。装飾頑張ります。はい、できるようになったらかっこいいですもんね。そうですね、やっぱり尺八をやってるっていう感じがすると思うので、早速次回になるんですけど、頑張って練習してきてもらって、まあちょっと僕もね、学生の夏合宿の時にはしごかれて無茶ぶりされて千鳥の曲やってきたんで、帯さんにもちょっとここは乗り越えて頑張ってもらいたいなと。ズンって感じです。どうしましょう。これが終わったらエトピリカ行きましょう。エトピリカが待ってると信じて頑張ります。これが終わったら書伝を伝授できますので、じゃあ頑張らなくては。頑張っていきましょう。はい。おっ。